どうもゆちチャンネルです。皆さんレクサス好きならもちろんこの車両はご存知ですよね。2023年11月に日本国内仕様が発売されたモデルで、コンパクトサイズでありながらも走りやデザインにこだわったサイズのヒエラルキーを超えた車として開発されました。目指したのは本物を知る人が素の自分に戻り、気負いなく乗れる車だそうです。そうなんです。今回紹介する車両はこちら、新型レクサス LBX、 モデルはクール、ボディ色はソニッククロムとなっております。 LBX の社名はレクサスブレイクスルークロスオーバーを意味しています。ブレイクスルーの名の通りですね、今までのレクサスの常識をいい意味でぶっ壊しているのか、高級コンパクト SUV としての課題や困難をどこまで打破できているのか、そういった部分を今回皆さんと一緒に見ていきたいかなと思います。先ほどもお伝えしましたが、開発コンセプトは本物を知る人が素の自分に戻り、気負いなく乗れる車をコンセプトに開発されています。例えるならですね、いつまでも履いていたくなるお気に入りのスニーカーのように、全く色あせない、履き心地も変わらない、そんな印象を LBX の凝縮感、乗り味といったこの車の良さにつなげていきたいと考えて今回開発されているそうです。では早速なんですが、まずは外観からチェックしていきましょう。ヘッドライトは単眼ではあるんですが、ちゃんとですね、アダプティブ機能付きの LED ヘッドライトを標準装備しています。L 字が反転した形のアロー型ポジション兼デイライトは上側に配置されています。下部にはもちろんですね、 LED のフォグランプとコーナリングランプも装備されていまして、抜かりはありません。ちなみにウインカーを点灯するとこのような形で光ります。フロントグリルは次世代モデルの形状となっておりまして、グリルとボディがより一体的となったユニファイドスピンドルグリルとなっております。個人的にこのグリル形状はデビュー当時若干の違和感をね覚えたんですが、最近ではね結構見慣れてきたせいか、これはこれでねかっこいいんじゃないかなと思えてきました。フロントボンネットにはしっかりねレクサスの L マークあしらわれていますね。皆さんは LBX のフロントデザインどう思われてますか？好きですかね？続いて足回りも見ていきましょう。タイヤは 225-55R18 インチタイヤ、ホイールはダークグレーメタリック塗装プラス切削後期となっております。フェンダー部は樹脂パーツとなっているのがね少し残念ではありますが、この車格に18インチのホイールは見た目もグッドだと思います。NX と同じくですね、ハブボルト締結仕様で足回り性能も向上しています。サイドミラー下部はブラック化色されていて2色で塗り分けられていますね。ウィンドウモールも上側はメッキ化色されています。ピラー部分はピアノブラック化色されていまして、ブラック部のツヤあり部分とツヤなしの部分が混在していて、バランスのいいデザインとなっているかなと思います。LBX のサイドから見た感じはこのような感じとなっております。ボディサイズは全長 4190mm、全幅は 1825mm、全高は 1545mm となっています。日本仕様はですね、シャークフィンアンテナが取り払われていて、マンションなどのパレットサイズに収まるサイズ感となっているのは嬉しいポイントです。続いてリアビューもチェックしていきましょう。LBX のリアデザインには日本の鏡餅をリアデザインに取り入れているみたいで、ワイドで低重心なシルエットを強調する流行りの一文字テールランプが見た目のインパクト抜群だと思います。夜間点灯させるとですね、ほんと綺麗に光るんですよね。で、ウィンカーを点灯させるとこのような感じで光ります。そして次世代ロゴデザインとなるこのレクサスのエンブレムがいいですよね。オーナーとしてですね、所有満足度もこのマークを見るたびにね満たされます。フロント同様にですね、リア下部にもシルバーモール化色が施されていまして高級感ありますね。リアワイパーは見えるデザインとなっております。それでは続いて内装もチェックしていきましょう。ドアハンドル上部はブラック化色され2色で塗り分けられているデザインとなっており、電気式 E ラッチを採用しています。ドアトリム部はソフトパッドとスウェードで構成されていまして、ステッチも入っていてですね、高級感感じます。シルバー化色されたモールもね、いいアクセントとなってますよね。ウィンドウスイッチ類もサテンメッキ化色されてて、E ラッチ周りもですね、全体的にスウェードが貼られてまして、質感高いと思います。ちなみにバッテリーが上がってしまった際は、このハンドル部をですね、手前に2回引くと手動でもドアを開けることができます。
ドア下部にはですね、ドリンクホルダー収納はありますけど、カーテンランプはなかったです。運転席は8ウェイのパワーシート、もちろんランバーサポート付き、レクサスロゴのスカーフプレートも付いてますね。ペダルはアルミペダルとかではないです。レクサス LBX クールのフロント周り前景はこのような感じとなっています。では運転席周りもチェックしていきましょう。ハンドルは NX と同じようなハンドルです。本革の触り心地も良くて質感高いです。ハンドル周りもタッチトレーサーオペレーションとなってますね。ヘッドアップディスプレイ表示は NX と同じ仕様みたいです。触った箇所はですね、このようにディスプレイに表示されるようになっています。メーターは 12.3 インチのフル液晶メーターとアドバンストドライブがついています。ここはね、羨ましいですね。NX にはね、どちらも装備されていませんからね。やっぱりね、フル液晶メーターの方が見た目もいいですし、一目でね、たくさんの情報にアクセスできるのは、ここはね、羨ましいかなと思います。そしてフル液晶メーターのメリットは自分で必要な情報をカスタム表示できるところにあると思います。このようにですね、どの情報をどこに表示できるかを自分でね、好きなように選択することができるっていう、こういう部分がやはりいいですよね。確かにね、運転中自分の視線は基本前方を向いていることが多いと思いますので、ヘッドアップディスプレイを見ていることの方がね、日常的には多いので、そこまでね、メーターを注視している方はね、少ないかなと思うんですが、それでも今の燃費ってどのくらいなのかなとか、今って EV 走行なのか、それともエンジンかかってるのかなとかね、そういった気になった時に一発でその情報にアクセスできるっていうのは、ここはね、やっぱフル液晶メーターのメリットだなと思いましたね。続いてウインカーですが、さすがレクサスですよ。こういったね、細かいパーツにもしっかりメッキ加色されてて、質感高いです。クラウンスポーツではこの部分のコストカット感がね、感じられましたので、レクサスではね、細部までこういった部分でこだわり感じさせてくれます。ちなみにアダプティブ機能のスイッチはここについています。パドルシフト完備はね、嬉しいギミックですよね。じゃんじゃんいきましょう。右側、エアコン吹き出し口の下部。ここまでね、スウェード生地が貼られているのは質感高くていいですよね。下部には3名分のシートメモリーとオドトリップのメーター、パワーテールゲート、給油口のスイッチが配置されています。さらに下部には ETC ユニットが配置されていまして、普段は見えないデザインとなっているのが見た目的にもいいですね。続いてナビ周りですが、9.8 インチのタッチ式ディスプレイオーディオナビとなっています。シートヒーター、ハンドルヒーターの設定はありますが、今回残念ながらベンチレーションの設定はありません。温度設定も物理スイッチが用意されていますので、使い勝手は良さそうです。もちろん運転席、助手席左右独立、ナノイー完備となっています。音量設定も物理ダイヤルがついています。長押しでナビの再起動もできるような形ですね。ショートカットキーの機能もありますし、アンビエントライトも各所に配置されていまして、液晶の画面でですね、最大50色のマルチカラーからお好みの色に変更可能となっています。アドバンストパーク、パノラミックビューモニターもついてました。アドバンストパークはオプション設定となっています。ハザードランプはね、もちろん押すとちゃんと光るタイプです。USB ソケット2口装備、下部には置くだけ充電もついています。置くだけ充電もオプションとなっていますね。その下部にはですね、ドリンクホルダーが一口と、横にはこれ小物入れですかね。タバコとか置けるぐらいの大きさですかね。このね、周りのね、木目調の質感がいいですね。こういった細部までね、加色が施してあるのは、ほんと評価できますね。シフト周りもこのように加色されていて、ホコリや指紋が目立たないようになっています。ピアノブラックはね、一見見栄えはいいんですけど、指紋とかホコリがね、結構目立ちますので、ほんとね、こまめに綺麗にしとかないといけないんですよね。ですので、これはこれでいいですよね。シフトはですね、現在トヨタ主流の電気式シフトとなっています。センターコンソールにはもう一つドリンクホルダーがありますね。この部分にドリンクホルダーがあるのはね、どうなんだろうなとかね、いろいろ疑問の余地はあるんですが、一応ね、スライドさせることもできますし、奥が深い設計となっていますので、シフト操作の時にね、手が当たってしまう可能性は少ないと思います。日常的にね、センターコンソールを肘置きとしてね、使われる方ですと、助手席の方がね、飲み物を取ろうとした時に、手がね、若干当たってしまうっていう、そういった危険性はあるかもしれないですね。それでは助手席周りも見ていきましょう。
シート素材は運転席と同様ですね、本革とウルトラスウェードのコンビシートとなっていまして、見た目もいいですし、上質でね、触った質感もすごくいいです。ステッチのデザインもいいですよね。クオリティ高いと思います。助手席ドアトリム部の質感もどうでしょうか。全体的にね、スウェード面積も多くて、サイドからフロント、運転席に向かって囲うようにデザインされていまして、シルバーモールのアクセントもスポーティーな印象を与えてくれてますよね。インテリアもね、全体的に統一感があって、私は結構この雰囲気好みですね。そしてこの試乗車にはマーク・レビンソンプレミアムサウンドシステムが装着されていましたので、この部分にね、エンブレムの過色があります。実際に Bluetooth つなげて音質チェックもしてみたんですが、音にね、包み込まれている感覚があって結構良かったです。では、オーバーヘッド周りも見ていきましょう。バイザーはジャージ素材でカードホルダー、照明もしっかり装備されていました。そしてバックミラーですが、こちらはね、残念ながらデジタルインナーミラーの設定はなしとなっています。ここはオプションで設定できても良かったような気がしますね。上部照明は静電タッチ式となっており、高級車っていう感じがします。中央にはね、SOS コールスイッチもしっかり装備されております。では、後席の方もしっかりとチェックしていきましょう。後席ハンドルで施錠解錠はできない仕様となっております。ドア内側はこのような感じとなっています。全体的にね、スエードがあしらわれてますので、見た目はいいかなと思います。個人的に気になるのは、このスピーカーのそっけなさですかね。ここはね、もっとね、加色つけて高級感出した方がいいのになと思います。下部にはドリンクホルダーはありましたが、カーテシランプは装備されてないですね。後席スカッフプレートもないようです。LBX の後席全体はこのような感じとなっています。足元の広さがね、結構やばそうな気配が漂ってるんですが、それはね、乗り込んでチェックしていきたいかなと思います。足元の広さはですね、僕のドライビングポジションに合わせた状態で、拳はね、ちょっと入らないですね。膝がね、もうシートに当たっちゃってます。まあ、この車格なんでね、ここはもう仕方ないですよね。センターコンソール下部には USB ポートが2口とアクセサリーコンセントが装備されています。後席照明はスイッチ式となってて、加色もあって見栄えいいと思います。そして LBX は後席アームレストがないんですよね。この辺でね、割り切り感感じる部分ですね。後席シートバッグも LBX は調節できない仕様となっています。続いてラゲッジルームの方もチェックしていきましょう。パワーテールゲートは標準装備されています。上部にはゲートのスイッチと自動ロックのスイッチもしっかり装備されていますね。小さいですが、トノカバーもついているのは嬉しいです。LBX では2段デッキボード仕様となっていまして、デッキボード使用時で237リッター、デッキボード未使用時で330リッターのラゲッジ容量となっております。UX だとね、最大ラゲッジ容量が268リッターとなっていますので、UX よりは荷物が乗ってしまうというのは驚きですよね。これならですね、2名仕様の日常使いならまあ困ることはなさそうかなと思います。ということで、今回は新型レクサス LBX クールの内外装を簡単ですがご紹介させていただきました。足早にね、今回紹介させていただいたんですが、いかがだったでしょうか。はっきり言ってですね、私は LBX 大好きです。価格は460万円からと、一見ね、高額だと思われるかもしれませんが、一度ね、実車を見てみてください。運転してみると、その質感ですとか乗り味の良さに心を揺さぶられること間違いないと思います。外観も気に入ってるんですけど、特に私はですね、クールの内装が結構好みで、もうね、ほんとお金があるなら、ぜひね、セカンドカーとして購入させていただきたいと切に思います。ですので、皆さんどうかお願いいたします。ぜひね、チャンネル登録していただいて、皆さんの力で登録者1000人をぜひ達成させていただきたいです。よろしくお願いいたします。いつもね、撮影に協力していただいているこちらの販売店さんなんですが、私がね、購入させていただいた名古屋地区の販売店になります。個人情報の観点からですね、店舗の大々的な紹介は今回控えさせていただきますが、お近くの方で購入検討されている方、直接ですね、ダイレクトメッセージいただければ、販売店とですね、私の推しの担当の営業さん紹介しますので、購入検討されている方はですね、ぜひ概要欄チェックしていただいてご連絡お待ちしております。こちらの店舗はですね、いつ来ても最高のおもてなしをしてくださいますし、細部まで心遣いのできる方ばかりです。
レクサスレディさんの接遇の高さは間違いない店舗ですので、オーナーとしてですね、末永くお付き合いできる販売店さんだと思います。今回紹介させていただいたレクサス LBX ですが、妻と一緒にですね、しっかり試乗の方もしてきましたので、車好き素人のですね、試乗インプレッション動画も近々公開する予定です。気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。